古いものっていうのはやっぱり大事にしていかないとダメだっていうのはもうあるんですけども、やっぱり新しいことに常にチャレンジしてないと古いものって守れないんですね。今日は京都市ですね、に来てます。ここは増田徳兵衛増田徳兵衛商店さん。なんでここに来てるんでしょう。皆さんが大好きな濁り酒の秘密を探りに来ました。ですよね。濁りの発祥なんですよね。じゃあ早速、どうやってこの濁り酒というものがスタートしたのかっていうことを探っていきましょう。行きましょう。入り口はこっちですかね。こんにちは。いらっしゃいませ。はじめまして。こんにちは。ありがとうございます。こちらこれ古式ですね。今日朝ね、ここでもお米を蒸したんです。この上に古式を乗せて、でかい。昔はわがまでございます。今日はまだ10月1日は日本酒の日ですね。今日。そうですね。今から忙しくなりますね。濁りの秘密を今日は探りに来たんです。わかりました。お願いします。教えていただけますか。秘密をお教えしましょう。楽しみ。奥にあるんですかね。こちらなんです。どうぞ。秘密はこれですか。これですね。これちなみに、どんな使い方するんでしょう。というのはまず濁り酒っていうのは、大昔日本にはどぶろくという白いお酒があったんですけども、それがもう酒税法上で作れなくなりました。でそれで私の父が1964年に、今から61年前ですね。そんなバカなものはないと。やっぱりもっと透き通ってんのもあったら濁ってんのもあったのに、もう一回それは現代に復活するべきだということで、濁り酒っていうものを作ろうというのを最初に思い立ちまして、でそれでその清酒の定義には、どぶろくはあれもろみなんですよ。この中に入ってるふつふつの発酵途中のもろみなんですね。だからどぶろくはその酒税法上じゃ打ってはいけません。でそれでじゃあそれをどぶろくっていうのはそのもろみなんで、もろみを越したものであるっていうのが清酒の定義なんですよ。じゃあ目の粗いメッシュで越してしまえということを国税庁に認めさせて濁り酒が誕生するんですけども、実はこのメッシュの目で越したものが濁り酒になったという、一番最初に。なるほど。じゃあ目の細かい、布のようなものでこすんではなくて、目が粗いと、濁りの感じが残るよね。これ3ミリのメッシュなんですね。でそうしますと、この5ミリになるとお米がスルーしてこせない、こしょうにならない。1ミリすぐ目が詰まってしまうというので、こういう3ミリにでこれを国税庁に認めろというのを認めさせてあるのが一番最初なんです。だから布でこすというよりも、こうやっぱり硬い方が、実はこれもろみの中にザブッとつけて、でこのメッシュの目を超えてきたものだけを真ん中辺から全部組み上げて濁り酒を作っていくので、だからこういう筒状のカゴになってるんですよ。本来なんかなんかザルでこすみたいな、やっとこの大きなザルみたいなのがあって、上からざっと入れて下に抜け落ちてくるみたいなイメージなんですけども、そうじゃなくて、このタンクをですね、今度ひっくり返すわけいかへんので、だからこういうものを考案して、それでこの背の高さがタンクと同じぐらいで、一歩を閉めておいて、もろみの発酵途中の中にザブッとつけて、そうすると真ん中にこの超えて真ん中に集まってくる。それをホースで組み上げていって濁り酒を詰めていくということをしてます。なるほど。それが濁りの始まりだったんですね。そうなんですよ。面白いですね。これは当時のものと一緒なんですか？当時ね、実は竹の籠が出ました。この同じ高さぐらいです。
はい、だから竹籠を編むっていうのがこの四角い籠を編むの難しいので、その時は丸い籠を作って、はい、でそれでダボっとつける、はいはい、そんなふうなところからスタートしました。素晴らしい。はい、でこの濁り酒は1964年に、父がスタートするんですが、その年から実は濁り酒は新酒、で古酒を作ろうということで全量磁器の甕を焼きまして、作っていったものがありますので、じゃあそこもちょっと見に行きましょう。楽しみ。楽しみですね。はい、すごいですね。はい、ここが古酒が寝かせてある場所なんですけども、実はこれを始めたっていうのは実は先代なんですけども、この文献がね、本朝書簡という実は1683年かな、日本で一番古いお料理の本の中に古酒の作り方が載っておりまして、で全量磁器の甕に角栄って書いてあるんですよ。でそうするとその中の3年5年はこんな味になりますよ、8年10年経つともっと美味しくなりますよというので、この磁器の甕を全量別注で焼かせて、中身はこれ実は純米大吟醸のみが詰まっております。すごい豪華ですね。形状もねいろんなものがあるんですけども、磁器なので1250度の温度で焼いたやつの中にこうやって詰まってるんですけども、その磁器にする理由っていうのは、強さとか何か味が影響を受けにくいとか何かあるんですか？はい、日本酒っていうのはもちろんそうなんですけども、光を嫌うのと、でもやっぱり急激な温度変化を嫌うもんですから、だからここはもう室温で、なおかつやっぱり磁器の甕ってやっぱりセラミックの効果とかあるんでしょうね。だからゆっくりエイジングしていくということで、だから瓶っていうのはやっぱり外とも外気も息もしのませんけども、こういう磁器の甕っていうのは細かいちょっとクラックなんかもいってるものがありますけども、少し減ったりするものも実はあるんですよ。天使の分け前のような仕事で、そんな風な形でエイジング、していくということで、だから一応1年ものからね61年ものまでのストックを持っております。日本でこんな蔵はうちの蔵だけなんですよ。はい。あちらに飾ってあるのはちょっと実験的な絵でして、ドローイングしたやつをタンクに貼ってちょっとカビを発生させてるんですよね。で自然に模様ができていって、でそれがちょっとどういう形になるのかなっていう興味からあそこに貼らせてもらって、ちょっと実験の絵です、あれは。はい、そうです。お酒も生き物なので、金を扱ってるので、金って電子顕微鏡とかじゃないと見れないじゃないですか。肉眼では見れないので、なんでどういった活動をしているものかなっていうのを絵で可視化していきたいっていう思いがありまして、はい。でそれをより深く理解するにはこうやって毎日お酒作りして、でオフシーズン中にそこから得た実験の結果だったりインスピレーションを絵に平面に置き換えていっているっていう段階です。まだまだ未熟ではあるんですけれど。ありがとうございました。いやいや、ありがとうございます。秘密をいろいろ教えていただいて、これがそのお酒なんですね。濁りですね。これだから先代、私の父が作ったほぼ60年前に作ったやつで、もう色もねもうこんなもう焦げ茶色になってますもう。はい。だからデザインもまだ濁り酒と書いてある。はい。でこれはもう3、4年前まで作ってたこういうマークだけが入ってるやつですね。はい。で今はもうやっぱ濁り酒ってやっぱ下にどうしても沈んでるので、それも分かりやすいようにということでちょっと新たにちっちゃいデザインに変えました。はい。ちょっと開けましょうか。いいんですか？はい。ありがとうございます。ちょっと時間ねやっぱりスパークリングなんで時間かかるんですけども、じゃあちょっと開けます。はい。うわ。
すごい。はい、こんな状態で。すごい。なんか生きてる感じ。そうなんですよ。うんだからまだ菌が生きてるんで、あ、生きでてるってこと。瓶内二次発酵を起こしてるんで、だからこういううわ、状態です。すごい。いやー。だからまあ開けるまでね、本当に3、4分かかってしまうんですよ。そこに沈んでるものは大体基本振ってから開けたいと皆さん思われるんで、振って開けたらほぼ半分なくなるんですよ。もう吹き出しちゃう。もう吹き出すぐらいで済んだらいいんですけど、そこら中もう濁り酒だらけになるんで、はい、基本ね5度以下ぐらいになると酵母菌がこう休むんですよ、おねんですよ、はい、だからこれは一応基本はマイナス5度でうちはずっと保存してます。はい、でまあお届けをしてからなんですけども、はい、でまあこういう形なんですけど、まあ、やっぱり届いてもちゃんと冷蔵庫に入れて冷やしておいてもらわないと、はい、どんどんやっぱ発酵が進んで酸っぱくなったりもするんですよ。これがトイレの炭酸じゃなくてこんな感じです。生きて出てくる炭酸っていうことですよね。やっぱりまあまあこんなものがで60年前はその日本酒でそんな吹きこぼれたり発泡性のあるものが一切なかったんで、だからまあ皆さんまあ初めて買ってまあ最初びっくりしますよね、そんな。はい。だからまあそんな形だったんで、まあ逆にやめずにずっと続けてきたんでよかったんですけど、もう途中でやめてたらもう多分濁りの存在はなかったと思います。お米の匂いが。ああですね。うまい。この割烹感美味しいですね。やっぱりナチュラルガスなんで、そのね炭酸ガスを入れたっていうのとまた全然違うので。違いますよね。はい。調整が難しいのってやっぱりまあ作るの結構難しいんですけどね。はい。だから酵母が生きた状態で瓶の中に詰まってるので、やっぱりね、まあ腸内細菌はわかりませんけども、でも結構成長剤の代わりになってるものもありますね。新しい取り組みだったと思うんですけど、この濁りを始めたっていうのももともとが。で、まあ古紙もそうじゃないですか。で先ほどお話聞いた絵のこともあれも新しい取り組みだなと自分思ったんですけど、すごく面白いなと思いました。こちらの蔵が新しいことを常に挑戦してやっていこうっていう思いがこの京都のすごく伝統もある伝統を重んじるような町だと自分は勝手に思ってるんですけど、その中でその2つの違う面が合わさってるのがすごい面白いなと思ったんですけど、その辺何か。そうですね、まあ古いものっていうのはやっぱりまあ大事にしていかないとダメだっていうのはもうあるんですけども、やっぱり新しいことに常にチャレンジしてないと古いものって守れないんですね。はい、そういう精神で、ずっとやってきましたので、だからまあ低アル酒を作ったり、そんなものももう日本で先駆けでもう35年ほど前からやってきましたし、最近ですよね、低アルが今は受けるようになったのが随分前走りですね。はい。とかまあ田植えももう35年を超えました。素晴らしい。はい。素晴らしいですね。最近でこそ、自分の蔵で田植えからやるっていう蔵さんもいくつか出てきてると思うんですけど、もっと先駆けでやられてた。そうですね。やはりまあ僕も海外、ドイツにたまたまドイツワインのアカデミー出身を出てるんですけどね。その時にシャトーがあって周りがブドウ畑で、そしたら来る連中は皆さん「いや増田さんはどこで米作ってあるんですか?」って聞かれて「いやうち全量買ってますね」ってとても恥ずかしかった学生時代。これはあかんなと思って、本当それでこれはもう自分で作らんとやっぱりあかんわと思って、それがもうスタートなんですよ。はい。だからお米っていうかもう土ですよね。農業、アグリカルチャーやカルチャー、そういうものをやっぱりしていかないと、
お酒ってスペックも大事なんですけども、その周辺文化をやっぱり大事にして皆さんに知ってもらう、はい、だから杯であったり、何を食べるかっていうのもとても大事ですし、そんなものをやはり周りの人と一緒になって作っていくことによっていいものが出来上がっていくんじゃないかなっていうか、新しいものが出来上がっていくと思ってますし、古いものの中には必ず何か新しいものがまだ隠れてるんですよ。温故知新じゃないけど。だからこの濁りもだから昔のどぶろくを現代に復活しようと思って、新たな形でスタートしたんですけども、そういうものをやっぱり京都のそういうもの多いと思うんですよ。はい。だからますますそういう形でなんかチャレンジをしていきたいですね。なるほどですね。奥が深いですね。その増田さんが今何か新しいことでやってみたいなと思うこととかありますか？今ですか？いや、またいろんな作り方の手法もありますし、やはりでもやっぱり飲んでもらうシーンとかをやっぱりとってもやっぱり大事にしていきたいので、この間とか空間とか余白とかね、そういったものをより知ってもらって、お酒に、もう一回戻ってくるみたいなことをしていきたいと思ってます。奥深いですね。楽しみですね。今からのこちらの蔵の新たな取り組みが、ありがとうございました。ありがとうございます。乾杯。入ってない。美味しいから飲み干しちゃいました。ありがとうございます。すごくいいお話。大丈夫ですか？聞けました。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですか、これ。なんかスペシャルな日に飲みたいです。これ記念日。これなんか焼酎って男性っていうイメージだけど、これ女性いいかもしれないです。ご夫婦で飲めますよね。